永井茂雄さん、当時19歳。爆心地から 0.7 キロの元町で被爆しました。陸軍第2部隊に所属していた永井さんは、兵舎の2階で近づいてくる飛行機を見ようとして窓に駆け寄った時、閃光とともに建物が崩れ下敷きになりました。自力で這い出し、負傷した上官を背負って逃げました。永井さんは戦後長い間原爆症に苦しみましたが、今は回復し、広島市内のテレビ局で働いています。朝起きたのが、6時半頃だったと思いますけれどもね、その日もちょうど訓練が、月曜日ですから訓練があるんでですね、それで外の方で戦友が「おい訓練だから早く来いよ」という話をしとったわけですね。私もズボンを履きましてね、軍隊のズボンを履いて、上着はつけていなかったですけれども、飛行機がですね、来とる話がちょっとわけですね。それで私の弊社のあれをちょっとあれも申し上げますと、2階建てのですね木造の弊社のですね一番端っこの部屋にいたわけですよ。しかも2階にいたわけですね。だからそこへ飛行機見よう思って裏の方からですね見よう思って、その瞬間ですね閃光が走ったわけです。その閃光と同時にですね、その建物が町箱を潰すようにですねこう潰れたわけですね。これやられたと思ったわけですよ。もう一瞬ですから下敷きになってですね、これは俺のとこばかりですやられたと思って、まずこうやって胸を触ったわけですけれども、別にこの異常はないと。それから時間としては20分30分かでしょうね、ぼーっと向こうの明るくなったわけですね。明かりが取れてきた。これ出れると思いましてね、それからはい出たわけですよ。で出たらですね、足が真っ赤でした。いうのは人がたくさん兵隊が死んでるわけですね、戦友が。その死体をですね亡骸を踏みながら出たんでしょうね。これで足が血のりがつきまして足が真っ赤でしたわ。出たところでですね、私の名前を呼ぶ人がおるわけですよ。それからどうしたんかな思ってみたら、言われてもね、顔の方がね、やけどかなんか分からんけどもつるっとこう向けてるわけですね。私もその瞬間やけどかなんか全然分からんわけですから、それから助けてくれと、よし分かったと言うんで、瓦がですね首の方まで来てるわけですね。その人は私の上官でしたけれども、それから1時間ぐらいしてからですかね、火が燃えてきたと。これ危ないんでね、足を切ってくれるわけですわ。その人が足を切る人っていうのは探しても切るものないわけですわ、何も。それからもう足がですね折れてもいいから出してくれるんで、それから無理やりにこう3人で引っ張り出したわけです。もう足のボキボキでしたね。それからその上官を背中へおんぶしましてね、それから軍隊の裏門から出たわけですよ。裏門は昔の浅野線って今の出家園ですか、あそこに近い方ですね。そうしますと門のところでですね、昔保証を置いて軍隊でしたら保証兵隊が立ってるわけですね。その保証立ってるのがその銃をですねこう持って右に持ってめっこ玉をですねこう持ってですね、ここまで目が飛び出てるわけです。これ爆風で飛びたんでしょうね。しかもねここ血を吹いてるわけです、心臓がパッパッパッパ。でまたね門に持たれながらやってる、頑張れよと、頑張るよと。それからどうしようもないもんだから、今白島線があったんですよ。今白島線は違うところを通っていますけれども、前に通っているところの白島線は軍隊の兵舎の近くにあったんですよ。そこに逃げましたらね、男女の性別が分からんんです、皆さんが。しかも夏ですから薄着着てるわけですよ。ボロでまとってるのはいい方ですけれどもね、これが近く寄ってみて分からんわけです。というのは埃でね真っ暗でしょ。みんなこうしてね手をこうしてバリエーションの皮をむけたようにでね
でそれから指の先でこう向けたのが止まってるわけですよ。で顔の方ももちろんそうです。顔の方もね、皮を向けてこうなってるわけですよ。これはどうもやけどなんですよ。やけどでねやれてるわけですよ。で皮はちょうどまだ水がですね満ちる最中でしたかね、降りて、それから見るとずっと向こうの方もですね、川土手の上の方も全部火が燃えてるわけですよ。それから出家のその時点で燃えてなかったですけどね、それから川の中が生えて火が燃えて熱いもんですから、毛布をね水に濡らしてですね頭からかむって、こうして3分ぐらいしますとねすぐ毛布乾くんですわ。だから首から上へね2人で生えてましてね、毛布をね水で浸してはね頭にかけしてこう待ってるわけですわ。そうこうするうちにね、出見あたりがね、その火災のあれでしょうね、竜巻がものすごいんですわ。それからそれを見るとね、太陽が真っ赤ですわ、黒煙と両方で。それでね、木をね、竜巻が木をこう引き抜いてパーンと上上げてから落とすわけですよ。恐ろしいもんでしたよ。それから川が渡って向こうに逃げようと思いましたね。そうするとね、川の波がねちょうど台風頃の川の波と同じですわ。逃げれんわけですよ、川の中へは。これで見ますとね、被災がどんどん川の中に流れてくるわけですわ。そうしておるうちにね、黒い雨が降ってきましたね、あの頃。時間として何分か時間ではっきり分からない、そんな長い時間じゃなかったですけども、黒い雨が降ってきた。そうしばらくしたらね、なんか胸ムカムカしましてね、黄色のものを上げてきましたね、胃液みたいなやつは、苦いもの。私ばっかりじゃなしにね、一緒に乗った上官もやっぱりこうね、こう吐いて脅してる。それからこれ何時間川の中か分からんですけれども、おそらくだいぶ日が西に傾いとったですから、おそらく4時間ぐらいでしょうね。それで潮の満潮がだいぶ引いたもんですから、川べりをずっと登ってですね、そこの常盤橋を渡って、それから双葉の里です。双葉の里に昔にですね、騎兵隊があったんですよ。騎兵隊というところは馬がですねたくさんおるところですわ。そこに馬をおったもんですから、馬を一頭取りましてね、そこへ2人乗って、これは工兵隊がありましてね、そこに橋があったから工兵橋んです。それからそこまでずっと馬で行きましてね、その工兵橋のところで馬を捨てて、それから2人で降りたんですけれども、行ってみましたらそこのところね、もうたくさんでした人が。それから川はずっと夜9時頃ですかね、9時頃出発して、工兵橋を出発して登ったわけですわ。で今の日坂の小学校があるところの病院へですね行って治療してもらったわけですけれども、8月の末頃から雨がですねよく降りましてね、それから体調頃から私は悪かったんですよ。それであとで下痢はしますしね、頭をこうやってやりますとね、髪ポロッと抜けるんですわ。おかしいなでね、そうするとね、額とかですね、この手首のこの血管のあるところ、皮下出血、小豆粒ぐらいのね皮下出血出ましてね、ポコポコ。これ出るともう先危ない話、やっぱりやってまして、皆さんが。それでね、それから後にちょっとなってきますと、私もね治療方法ないもんだから、血液をね、自分の血液を抜いて、これで筋肉注射、血液の筋肉するわ、血液を筋肉へ注射するわけですわ。これで揉んでくれるわけですけれども、これまで痛いんですね。それと私は郷里のもんですから、近所の人、知り合いの人がですね、いろんなものを作って持ってきてくれるわけですわ。でこれ元気になるよと、物の不自由な時代ですから、もう卵でもそんななかった時代ですね。だから親切にしてもらったんですよ。まあそれをおかげでだんだんとですね、頭の髪も生えてきました、だんだんとですね。で髪の頭がね、頭の髪がですね、ちょうど大ありました線香の筋ぐらいの細い線香がありますね。線香ぐらいの大きな髪の毛が生えてきます、真っ黒いやつが。頭が触ってもね痛いんですよ、痛いぐらいなんですよ。それから50日ぐらいそこに病院に入ったわけですけども、原爆の交際のはね、本当に言葉で言って分かっとってもね、生々しい8月6日を見んとですね、おそらく分からんと思いますよ。それは分かるいう方がね、分かってほしい方が無理だと思いますね。ああこんなもんだったかないうことしかないと思いますよ。